分かつ極光。未来を守るために。彼女とかいらっしゃらないんですか？それ関係ないでしょ。よかった。じゃあ死のうか。あ、やめろ。私のおかげで勝てましたね。お姉ちゃんの上にお姉ちゃんはなしだよ。どうも、ポンポ PJ ミニです。今回の動画は、第6、星開花を手に入れたシズルを使いたいと思います。開花前との強化点は比較にすると、ミニオンバーストのダメージが2倍ぐらいになって、強化対象は自分自身から範囲内の味方全てになって、効果は物理バリアだけでなく物理防御力アップでさらに接続体力回復も追加。いくよ、ホタテくん。早くしてね。セイクレットビアート。それ。いわゆる対物理特化キャラだな。ミニオンバーストのカットイン、変わっていないな。まあ、いつもの設定はカットインオフだから、今までずっと気にしていないから仕方ない。いくよ、ホタテくん。早くしてね。セイクレットビアート。いい感じだね。ナチのため、早くエリコの6を実装してくれないかな。弟くん、喜んでくれるかな。今回の相手は浮気星。正直言うと、あのボスは僕たち男性プレイヤーの分身かもしれません。まあ、主人公のモテモテの様子に対してプレイヤーの嫉妬心の塊と言えるだろう。浮気星の基本攻撃属性は魔法属性だが、このボスは範囲誘惑があるので、下手にすると全員が誘惑効果にされる。シズルのセークリッドビヨンドで仲間割れによる被害を最小限に抑える。一応物理パーティーだからね。ちなみに前衛、中衛、護衛が揃ったパーティーに試してみたら、この2つのスクショから表示される回復アイコンから、どうやら強化効果がしおりには届かない。範囲内といえばやはり前後まで届くほど大きな幅はない。一緒で安心だよ。そこまで言うならたまには働くか。これでバトル終了。僕からシズルの総合的な評価は、スタメンにはならない。魔法
攻撃面が足りなく耐久を重視しているキャラで、防御キャラなのに前衛キャラの中、大半アタッカーの後ろにいるせいで、タンク役は任されない。最悪、相手は魔法アタッカーだとしたら、シズルからの有効な支援は他でもない。体力回復だけだ。まあ、少なくとも強化を受けて、ゲームバランスを壊さず、変に人権に関わらないことは良かったかもしれない。ちなみに、プリフェスに参戦したユイはガチャしましたか？もし、当たりましたらおめでとうございます。5年ぶりの仙台ヒロインが復帰したから2年の間、ざんざんごめん扱いされて、ようやく輝けて、もっと国が失った主役の座を取り戻せるようになる。僕はこれからの参戦キャラにものすごく嫌な予感しかしないので、当然無視しました。俺は6年前からずっと誠派だった。一応、水着も参戦だけど、ツイッターで強いか、弱いか、人権かの話題が盛り上がってて興味をなくしました。まあ、嘘ですが。今年から正月キャラ、渋谷流のせいでピックアップでもガチャの恐怖を教えられました。特に黒髪の女性は信用しないように、と、って黒髪かな？で、ガチャの話を置いていて、他の水着姿の魅力といえば、いい笑顔だと私は思います。で、水着で刀持ち、しかも二刀流はやっぱかっこいいな。あと、帽子つけたら完璧な姉キャラと思うんだな。ヤッハー、ヤッハーと叫びながら相手を切って切りまくるイメージが浮かぶ。で、水着ルカの参戦後、多分7かも出るんだろ？初期星3にしないで星2にしてくださいよ。動画の視聴ありがとうございました。